に俺しか見えてないソータの部分があるの。可愛いじゃないですかやっいやもうそれだけじゃないかやっぱり。ぱ。あ、2人でじゃあ他の5人を語る。いいじゃん。あ、確かに。それめっちゃいいね。うん。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れっす。いや今日は一日長かったね。長かったですね。ガチで。でも頼もあ、頼う。頼ももう。頼もう。喋る前に頼もう。語る前に。そうだね。はい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 。待って待って待って。何まずメニュー見ようとしてんの？まあまあまあまね。決まってんじゃん。あ。まあまあね。はい。ごめんなさい。その一杯行きましょう。なんかね俺ねちょっとねサーチしちゃったんだよねこの店。あそう来る前に1個ねめちさすがだわゃくちゃ1個これ食べたいっていうのがありました。とりあえず生2つ。2つといいですかこれ。焼きおにぎり。焼きおにぎりは2つで。上レバ馬刺しで、ー。馬刺し。はい、かしこまりました。これがないって言われたらめっちゃショックだなと思って。だし巻き卵。確かに馬刺しのね。サラダ系いる？きゅうりとりあえず。以上で。お願いします。ということで本日9月9月13 13日メインストリームリリース日でございます。先ほどの配信もはお疲れ様でしたい。。配信してきましたね。お疲れ様でした配信してはいなんかまあまだ仕事続いてて僕たちは一番大変なお仕事をそうなんですよ任せられちゃった。いや結構言ったんすけどねマネージャーさんにもそうこの後にこの仕事入れるのどうなんすそうかちょっとこれはダメでしょと思って体もうって思ったんですけどやっぱまあ僕たちが適任ということでまあ仕方がないですよね。感じで他のメンバーに明日殴られるぞめちゃめちゃさ顔むくりまくってさ朝疲れたとか言って絶対言えないねまあねそんなこんなでねでもまあお仕事ですからまあそれは間違いないですからしっかりね BE:FIRST の良さをこのコンテンツでそうそうそう別に楽しむわけじゃないからね。そうそう全然だからそういうつもりじゃないけど鶏そぼろご飯うまそうとりあえず飲んでいきたいよね。もう俺と良樹って言ったらもうもう5億アンコホールですからねあもう「ん」になってるんですよね。アルコホールアルコホールですからね Yes, yes. We are アルコホール。人間というよりアルコホールですねみたいな感じでございます。最初って本当にまあマナトも成人になりたてで飲めるメンバーめっちゃ少なくて BE:FIRST まあオーディションの時もそうだけど、まあ、その中でまあ一番飲んでたよね飲んでたね。良樹は。あ肉味噌もやしあらりチキン南蛮軟骨の唐辛子添え。大食い企画にね変わってくるけど大丈夫かな。とりあえず乾杯するじゃん。ということでまあメインストリームリリースも本当皆さんのおかげだし皆さんにもめでたいことだと僕は勝手に思ってるのでそうですよぜひ僕と良樹と一緒に一緒にね。別にアルコホールじゃなくてもいいのでアルコホールでもソフトドリンクでもソフトドリンクでもパブリックコーヒーでもワーでもワーラーでも何でもいいので Yeah. 何でもいいので一緒に乾杯してみ Let's た give いと it 思い a ます cheers. チェチェーズいただきます。いただきます。乾杯。どうした料金出てこいありがてじゃあえ。キンキンに冷や上がる。きたメンバーみんな仲良くて結構何人かで飲みに行くこと多いじゃん多いね。けどやっぱ良樹と差しっていうところでは結構多いんですよねやっぱなんかでもいつも必然的なタイミングでする気がする。なんか、うん意外と話さなきゃいけないタイミングみたいな時とか、うん意外とそのなんか僕たちの観点って一緒と見ているポイントが違ったりみたいなところがあるんだけどでもなんかこう見てる方向は一緒みたいな、なんかそこが結構その2人で話すとそのなんかこう視野がお互い広がってる気がするっちゃするんだよね。まあ、自分で言うたちで言うのもなんだけどなんかすごい BE:FIRST のためになる話はできてるなって2人になるとねすごいそう思えなんかさ2人で気づくよね話しててさ、いやこう思うんだよねみたいなあ確かにみたいなでもこれはこう思うんだよねあ確かにみたいな。前回は家行った時俺の家で朝差しだとなんか
ソータが前日とかなんか一回実家帰ってたんだよね。ソータのお母さんが「涼樹と飲むならこれ持ってきなさい」って言って、なんかこれぐらいのこう日本酒の瓶を持ってきてくれたんですよ。で僕日本酒大好きだから冷蔵庫の中にもいっぱいいろんな種類の日本酒あるんですけど、でこれぐらいのサイズだったんですよ。まあこれぐらいなら余裕っしょみたいな感じで2人で飲んでたんですよ。ちょっと酔っ払って俺らなんかファッて目やったらずっと俺らこれ飲んでたはずだったんですけど、いつの間にか冷蔵庫から俺んちのこれぐらいのでっかい日本酒を出してそっちをずっと飲んでたんですよ。俺ら2人で飲んで開けちゃったんだよね。そう料理はウーバーしたりウーバーする。でもあんま食べないですね。寿司めっちゃ食ったくね。あの時めっちゃ食ったね。めっちゃ食ったね。我慢してたんですかね、なんか多分。だから寿司頼むみたいな言った瞬間にスぐらいでもう寿司のスぐらいですね。でもなんかピクって反応してマジで今寿司食いたいって思ってたっていう話としてが、じゃあもう寿司頼もうぜっつって。飲むタイミングバグってるやん。めっちゃ話しかけ入ってたのに。今ちょっと珍しいね。逆に普段これソータのポジションだよね今の。なんだポジションってやんねえわ。意味不なポジションソータなんですけど、今確かに俺の方がちょっと意味不だったですね。そうかな。いやこいつ宇宙人っすよマジで。俺はマジで宇宙人だっすよ。最近思うんだよね。なんかその本当にその宇宙人でなんかすごいしっかりしてる人ももちろんあるし、でもそのなんかさほら待って宇宙人前提で話し始めてる。それとも、ちゃんと結末があるのか、それ次第で今すごい。いや普通になんか今の俺の話し方的には普通だったら理解できる国語力とか語学の能力があるとしたらば、普通にその宇宙人を前提として話してることぐらい分かってほしいなと俺は思うよ。でその中で俺は思うんだけど、まあ一回いいよ。あオッケーオッケーオッケー。一旦いいだろ。だから血液型のさあれにするのは良くない気がするんだけどさ、でもマジで AB なんだよね。こんなにもなんか天才的な AB がいるんだっていう。天才っていい言葉ですよね。まあでもその天才って言ってもその生きてきた中での努力が 99% でその 1% が才能の天才だと俺は思ってる。ねえもう全然努力家やん。めっちゃ努力家やん。どこに才能あったの？なんか可愛いんだよね。なんかソータって可愛いんですよ。いや陽気の方が可愛いっすよ、ファンのみんな。何を言ってるんですかね。そのなんで照れてんの俺なんかちょっと気持ち悪い。別に照れ伝わってないから大丈夫。本当？じゃあ可愛いトークしようお互いの。絶対に俺しか見えてないソータの部分がある。これわかる？俺が言ってる意味。ああ料金気づかされる。あ俺今変なことしてたんだ。そう誰も見ないようなボケを一人ですることがあるんですよ。でそれをちゃんと俺だけが毎回見てるんですよ。この7人いる中でみんな全然違う方向見て全然そのソータのボケを見てないのに俺だけしっかり見てるんですよ。って言った後だけまあなんかボケというよりなんか動いちゃったんだよね。動いちゃったりとか発言だったりとか。ね最初の方はなんかハハーみたいな感じだったんですけども、最近俺の方見て可愛いって言ってるんですよ。僕の元々の性質で結構人を見ちゃうっていうか観察眼みたいなのが鋭いって言ったらあれですけどみたいな多分とこがあって、まあでもグループのこと結構見るじゃないですか。割となんか俯瞰で見ること多いんですけど、ってなった時にやっぱ一番目立つのがソータなんですよね。これ食った。やばいこれ。まずねこれがやばすぎるのよ。本当に美味しいです。ありがとうございます。とっとっとっとおっと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 。俺ら2人だけで飲み来ても一生盛り上がるじゃん。そうだよ。けどカメラがある中で面白い企画をスタッフさんが用意して。いいです、ほっといてください。お題が書いてあるんですよね。じゃあ料金言ってよ。俺ですか。でねプライベートでやりたいこと個人的にってこと。じゃあせっかくだから2人にする。2人ですること、2人でしたいこと。もし2人だけオフになって世界中誰もオフじゃない。世界中誰もオフじゃないの。考えたら観光地行ったら俺らしかいないってこと。確かにそれやだ。じゃあ BMSG 身内で俺らだけがオフだったってことね。海外旅行行きたいよね。ああそれいいね。どこの国行きたいかボンって言う。オッケー。うわちょっと待ってくださいね。プライベートより大事なものが来ました。間違いない。行きますか。
せーのハワイか一緒やん。一緒だなめっちゃ遊びたいなハワイ。でも2人でルーツ学び行きたいならニューヨーク。確かに。でも俺ニューヨークだったらニューヨーク行きたいかも。ほらなんかさダンスのさルーツとかもそうだし、逆にほら英語でじゃあいろいろ一緒に行ったりとかさ、なんかいいバランスで確かにお互いを消化し合えそうな。ハワイはなんかまあ行ったら絶対楽しいじゃないですか、こんなやつ言ったらはい言葉を選べソータってうまいんですよ。なんかその人それぞれとそれぞれの思い出を作るのがうまいんですよ。だからなんか最近めっちゃおもろいなと思ったのが、メンバー6人他のそうなんですけど用途によって使い分けてるんですよメンバーを自分がなんかこういう気持ちだから今このメンバーと飲んだ方が自分がいい、自分のその時のフィーリングとなんかその気持ちに合わせた相手との飲みみたいなのを考えてるのか考えてるのか分かんないけど、なんかでもまあ考えてるよね。でもなんかそういうの中で生まれた相手がしかもちょうど運よくいたりとかするじゃん。確かに俺が一番みんなと飲むかもね。でもソータのお母ちゃんも言ってた。ソータはそういうやつなんだよ母ちゃんと何話してんのソータの母ちゃんが全部教えてくれたで答え合わせできた俺がもっとソータと母ちゃんの真実9割5分あってたまあ別に何も考えてないです。でもそれも言ってた。俺は結構考えてんのかなと思ったんですけど、一周回りすぎてもはや何も考えてないみたいな部分が多分あるんでしょうね。変になんかさ自分の気持ちとかバイブスさ不安定になんないじゃん。なんない。それがめちゃくちゃいいなと思う。なんで俺だけなんかソータの話してんだよ。なんかさこういうとこで褒めるとさなんかいやらしいじゃん。そうよね。でもまあ別に俺褒めてないですよね今の話は。どちらかと言ったらけなしますよね。両家の話でもね話し出すと褒めちゃうから。うわなんかそうやって言ってなんか俺こいつうまいっすよ本当に違う中途半端な話ない別になんかいいよじゃあ話しよやだな可愛いじゃないですかやっぱ。う。いやもうそれだけじゃないかやっぱり。その自分を持っちゃうと憎まれちゃったりする人っているじゃないですかやっぱそれがないんですよ。可愛いなって割り箸間違ってないなと思ってて結構可愛いってそのなんか顔とかだけじゃなくてその雰囲気とかもなんかどっか親しみやすくて良好な雰囲気がバーって出てるから同世代のアーティストとかと話してもやっぱ涼輝くんはなんかかっこいいだったり尊敬できるっていう人めちゃくちゃ多くて、全然関わってない人でもねなんかほんと一言二言喋ったようなことある人でもなんかオーラだったりが違うっていう人多くて、やっぱそれってやっぱ可愛いって俺が言ってるけど俺は可愛いと捉えてるけどその部類にいろんな人が違う感情で当てはまってんだなってめっちゃ思うんですよね。でなんかまあそれがどっから来てるのかっていうのは、まあ、俺的にはいろいろあるんですけど俺はもう分かってるんですけど、まあ、ここから先はまあ言えしまだ言えしまだ早いです君たちにはベスティたちに。言えしだし後から俺がさ俺のこと言ってくれたの誰ってさ後で裏で聞く方が俺気持ち悪いやん。でもね信念を持ってるんです芯を。目が泳ぐとかそういうなんかブレがない。なんか俺はこうしてた方がいいとかこういう状況だからこうしてた方がいいとかないんですよ。俺は俺だからっていうのがたとえなんか状況的に一般的じゃなかったことだとしても正しく見えるというかなんかそれがかっこいいと見えてしまう瞬間そこで気づかされる人も多分いるんだと思う。だからなんかすごい背中が大きく見えるんだなって思う。筋トレもしてるしその一言がちょっとなんか半分ぐらい説得力が消えちゃそれでも分かりますよね。もううなずいてたもんこっち側も。うでもそれはでもソータもそうじゃない。いや俺なんて何も考えてないからもう俺はこういう人間だけど嫌うなら嫌いよけど俺は曲がんないぞみたいな、受け取る側が持てない感情だったり一歩踏み出せない感情を両家が 100% 出してくれるから同じ業界でめっちゃ尊敬される人同じかっこいいを求めてる人にやっぱ尊敬されやすいと思う。俺はすげえ俺からしてもめっちゃかっこいいなって思うしなんかそのすげえソータが両家は目が泳がないって言ってますけど多分俺今一番目が泳いでます焼きおにぎりが届いてるの。いただきますいただきます。あ手で食う派ね。じゃあ俺も手で食うわ。待ってやばいうままっ。俺この前ラジオでも話したんですけど
口コミとかのサイト見て写真見て絶対に裏切らない料理と店を見つけるのがめっちゃうまいんですよ俺。そこ多分俺何よりの俺多分自分の特技なんですけど、歌よりもダンスよりもラップよりも生き様よりもそこは勝ってほしくないチームメイトからするとね目つぶりながら言ってたこいつは本心だな。でもうまいから何も言えないもう食べ終わったもん俺。早すぎんだよお前食うのが。じゃあ次行きますか。いきますメンバーのいいところ好きなところ今語ったもん。だったばっかよ。ああ2人でじゃあ他の5人を語る。いいじゃん。あ、ちょっとそれめっちゃいいね。うん年下から言ってく。竜兵、うん彼はもう俺はめっちゃ褒めちゃうね。一番尊敬しちゃうのはダンスだけで見た時に出会った時は14とか15だったんだけど、俺が1415の時よりうまいダンスが。悔しいけどそれがやっぱもう一番尊敬できるね。なるほどね。初めて世界大会優勝コレを作ったのも14の時だったから、あそうだよね。その時より確実にダンスがうまい俺より。それすごいね。なんかソウタはなんかそのダンス面とかでもなんかその竜兵をもう一人の自分じゃないけどさ、なんかそれぐらいのなんか感覚で置いてる感じすごい伝わるから。ダンスバカっていうのがめっちゃ俺と似てる。ダンス好きがだって仕事忙しいのに俺のレッスン来たり踊りたいから来たりしてやべえなみたいな、俺も抜かされちゃうなみたいな思うけど、まあ今全然抜かれないけどそこはねジャンルによっては負けちゃうけどね。ガールズでもあいつはあいつでめっちゃすごいなってもう本当に心の底から尊敬できる。あとやっぱ歌とかもさ、もうなんかその竜兵スタイルがあるじゃん。もうそれがすごいよね。やっぱダンスもそれが出てるし、竜兵の世界観ってダンス一本だったとしても通用するのに歌でも確立できてるし、パフォーマンスでもできてるし、なんなら人柄でもできてるっていうのがもう本当にティーンズみたいな。いい意味ですごくなんか客観的に自己否定ができるっていうか、それがやっぱ多分シンプルにただ向上心に保ってるつながってるんだと思うんだけど、自己否定から向上心にまで持っていくっていうその過程がすげえなって思う。自己否定しちゃう人って自己否定で終わっちゃう人も多いと思うんだよね。確かに。だからまあそれがね悪いって言ってるあれじゃないけど、この業界にいる中でさ、その自己否定を見つけるイコール自分を俯瞰で見てさ、足りないところを多分すっごいさ自分で一番理解してるみたいな。歌が全然足りてないとかさ、でそう思わないのに自分でそれ以上に思ってるってことはさ、逆に周りが分かんないぐらい自分のその伸びしろを自分で理解してるっていうかさ、だからスポンジみたいな存在なんだろうなって思う。確かにね。早いよね全部。はいマジではい。続きましてシュント生意気次嘘です。天才です。でもシュントもなんか結構 BE:FIRST の環境からなんかすごいこう羽ばたいていったものある気がする。ああ確かに。それを自分の中で噛み砕いてってなんか今の自分があるような気がする。だから竜兵と俊とやっぱなんか BE:FIRST の環境ってすごいでかかった気がする。なんかそうやって言うとその年頃の環境っていうのもでかいのかもしれないけど、なんか本人たちの性格がまあ一番でかい気がする。だからその年が若くても俊と竜兵じゃなかったら別にそうじゃなかったかもしれないし。確かに足りないのが自信だけだと思うから。そうそっから出てくる頭角ってめちゃくちゃ怖いぐらい。その当時の環境ね。環境で培ったことがやっぱずっと凝縮されてて、やっぱ場数も多いし、箱の大きい小さいあれで、それでなんか爆発するまでは本当蓄積っていうタイプだったと思うから、それにデビューっていうのにつながって一気にもう自信とあと責任感とかでバーって感じだよね。シュントとあ、そうそう。でもなんかちゃんとそのデビューイコールそこで終了みたいな感覚じゃなくて、そういう人多分多いじゃない。デビューしたらなんか逆に目標を見失うみたいな。でなんか目標を見失う瞬間とかもあると思うの。逆に結構そういう環境だったりとかしたと思うから。だけどそれを逆に悩めるんだよね。悩んでいるからそれがすごいシンプルに次の人生につながるじゃん。悩んでるってことは変えたいと思ってるわけだからさ。逆に悩んでていい年なんだろうなって逆にその年で言うとそう思う。その年相応に話をするから。それがでもその今の彼らのそもそも才能となんかこの BE:FIRST の環境っていうのがなんかものすごくでかいんだろうなってすごい感じるから。あとやっぱごめん、シュントもダンスバカでめっちゃいい。竜兵は竜兵で15歳の頃の俺の雰囲気を感じるし、シュントはシュントでそのなんか
海外に目を置きたかったり最先端のなんかダンサーを探ったりとかいうそのなんか思考がすごいアグレッシブっていうかめっちゃ似てるなと思ってめっちゃ可愛いなと思うしソーチンのこれ踊りたいって2人で言ってきてくれるからよく3人で踊ったりするけどでシュントはマジでダンスバカなんで踊りたい深夜練習をソーチンとか言ってくるからもうそれすごくないですかこのスケジュール感で深夜も踊りたいまでダンスが好きそれは俺からしたらめっちゃ嬉しいですね続きまして MANATO まずでもでっかいのは本当にありきたりになっちゃうかもしれないけど垢抜けたなって思うだから BE:FIRST っていう環境が本当そもそもすげえと思うんだよねでそのマートの場合は音楽っていうのさルーツとかさ歌だったりとか全部そうだけどさクリエイティビティだったりとかそういう天性のものもさもう持ってるとかそういうのさあるのはみんな分かってるじゃんかなんかそれこそなんかコンフィデンス持って自信持って提示する場所がやっぱ少なかったと思うんだよねってなった時にその6人の出会いがあってからそのマナトって全員のエッセンスがあるんだよね他の6人のなんかそのこういうとこあるよなみたいなのを全部ちょっとずつ取り入れてるんだよねそれでその吸収してデビューしてからそのマナトっていうなんかすごい存在が出来上がってきてる気がしてて真面目じゃんねすっごいそのユニークだしそこの矛盾もすごいなんか逆にちょっとソータに似てる宇宙人っぽいとこあるなみたいなとこあるけどマサさんが俺に飛んできた確かに俺からしたらマナトが宇宙人だから多分でもちょっと質が違う宇宙人なんだよねお互い待ってでも俺外から見たら2人とも宇宙人なの宇宙人に人種とかあるんだある宇宙種みたいなのがあるんだけど宇宙種が違くてそうなんだじゃあリスペクトし合わなきゃだねそうでもそれはしてるじゃんでもそもそも音楽レベル高いみたいなこと言われるけどそれが具体的に何ってでも本当にシンプルに音楽だけもそうだけどそうじゃないとかもなんかやっぱめちゃくちゃ多分本当真面目がゆえに俯瞰でめちゃくちゃ自分のこと見てるんだろうな。いやそれはめっちゃ思うそれめっちゃ思う、何も言わないじゃんマナトって基本ね誰よりもなんか結構 BE:FIRST をリスペクトしてるんじゃないかなって思う部分って結構あるんだよね、それめっちゃ嬉しいねそうそれがなんか結構伝わるかなと思って確かに人間性としてももちろん素敵だしなんかそれは結構感じるかもオーディションの時より言い過ぎるしもう障害の差別やってるのももう確かにあるしこの関係はあるよねまあなんか両機枠どっちも宇宙人らしいしまあそんな感じですマナトは語るまでもないというか、見ていただければ語らない方が説得力あるねはいレオ行きましょうもうレオくんはもう皆さんが見てるままです一番なんなら BE:FIRST になってからのレオが本当のレオだよねいやそうもうライブ中だったり MC だったり本当あれがもうレオくん全部レオだね裏リーダーと言われてる裏でも裏リーダーって言われてるんですよ表でもリーダーっぽいなってベッシーが思うかもしれないけど裏でも裏リーダーだよねって言われてるんで何がおもろいってさその BE:FIRST ってさ根本的な部分のさ話で言うとリーダーっていらないじゃんだってリーダーっていらない方がいいじゃんけどそこじゃなくてなんか本当にその一つなぎをしてくれるというかなんかそういう意外と大事な時そこまで俺らが神経がいかないというかそうでもそれを頭を回してやってるんじゃなくて本質的に本人の性格上なんかそこを大事に気になっちゃうというかね気になっちゃう部分なんだよだから俺らと違う部分を気になっちゃうんだよけどその違う部分を気になっちゃうとこがものすごい威力を発揮して BE:FIRST としてのグループをまあでもここは確かに7人でまとまった方かみたいななんか瞬間とかがあるんだよねで一番俯瞰で見てるのかもしれない友達みたいな感じだから全員、一体でプロ意識ってなるときはすごいレオくんがやっぱ友達っていう距離をわざと一旦置くような形で、かけてくれる言葉とかあるからそれがなんかやっぱライブとかなんか大事な時にまとまりにつながるしやっぱ裏リーダーだなと思いますし、音楽すぎる瞬間とかもある中でやっぱでもそれを一回目覚まさなきゃいけない現場とかもやっぱ多いじゃん。でそんな中でやっぱりレオくんは常に保ってくれてる存在だなと思います。歌声が綺麗とかそういうなんかベスティとかが受け取りやすい情報はまあ置いといて、レオはレオです。はい、レオはレオ、レオはレオ。裏から読んでも俺はレオ。俺はレオ、俺はレオだ。じゃあジュノの話いきますか。ハムスターです。以上。はい、ごちそうさまでした。いや、ごちそうさまだ。ジュノのハムスターで終わるの。どうですかジュノは。でもねちょっと俺は本当になんか申し訳ないんですけども一緒に過ぎて。これねでも面白いと思うんだよね。オーディション最中初期状況の時とかは俺がめっちゃずっといたの。で
まあ同じマンションズになってからずっと一緒にいるじゃんか。同じマンションズって同じマンションズずっと同じがもうズズになってるマンションズの状況と俺のその状況っておもろいと思うんだよ。なんかその BE:FIRST になってから俺ら7人がすっごくみんなで平等に一緒にいるじゃんか。確かにだからそのジュノンとだけずっといるみたいなのもないわけよ、逆にみんなといるから。だからそれが俺の中でもなんかそのグループになってから唯一だから環境変わったなって思う。だからそれはなんか俺もなんかね感慨深いなって思って、唯一のオーディションの時はその結構割とお互い支えになった部分があったから。だから俺は現場に行ってみんなと「おはよう」じゃん。俺とジュノンは現場に着いたら「行ってきます」の感情的に。なるほどね。そう家で「おはよう」っつって乗るじゃん、で現場に着いて「じゃあ頑張ろう」って言って離れるみたいな感覚なの、イメージとしては。仕事の時間しかないじゃん、いい意味でね、そうあったら仕事なんだけど、でもジュノはプライベートを通って仕事に入って、でプライベートとして一緒にこうやって帰ってくるっていうなんかね謎のなんか、まあその流れだから言いやすいのかっていうのプラスもアルファもあるかもしれないけど、ずっと2人でプライベートもすること多いよね。そうだね、まあその流れだよね。ジュノンはそんな感じでもさ、ジュノンってさ、でも正直一番わかりやすいじゃん。BE:FIRST 表から見た良さが。そうね。思ったら語るまでもないよマジで。そう、表は語るまでもない。小学生が教室で飼ってるハムスターみたいな。来たらみんな挨拶して、みんなで飼ってるハムスターみたいな。けどみんなが夕方になって生徒が学校から帰った瞬間にあいつは檻から出て檻から出てこうやってもうボキ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 やって EDM 流して初めてのしっぽりのみということでリョキソタと映画リハーサルリョキソタととは一緒ね。リョキソタとしっぽりのみで最後これいいねいきますせーの。リョキソタとしっぽりのみ